今回はチェンソーマン作中で屈指の常識人である、早川アキについて徹底解説していきます。この動画の内容は第1部の最終話までのネタバレを含みますので、未読の方はご注意ください。早川アキは主人公デンジの3年先輩にあたり、黒髪をちょんまげにしたヘアスタイルが特徴の容姿の整ったイケメンです。公安大麻得意4課所属のデビルハンターである彼は、若いながらも腕利きの実力者。正確な年齢は分かっていませんが、成人しておりタバコやお酒をたしなんでいます。3年前は未成年だったことを考えると、おそらく秋の年齢は20から22歳でしょう。性格は理性的かつ温厚です。他者への同情心を持つ常識人であり、世話焼きの優しい性格をしています。仕事で関わることの多い警察官と飲みに行くなど、社交的な性格をしていますが、デビルハンターになりたての頃は、誰とも慣れ合う気はない、と言い切っており、これはバディである姫野に教えられた処世術かもしれません。家族はすでに亡くなっていますが、父、母、弟の4人家族で北海道で生まれ育ったことがわかっています。またデビルハンター界隈では、公安一の悪魔嫌いとしても有名なようです。早川アキは公安大麻得意4課に所属していて牧間の部下にあたります。アキは牧間からデンジを部隊に入れるよう命令され、さらに一緒に生活を共にすることになります。成り行きでデビルハンターになったデンジと真面目なアキは、出会った当初は馬が合いませんでした。軽い気持ちでデビルハンターになった人間は死ぬ、と、裏路地でデンジをボコるも、逆にデンジの金蹴り反撃に遭うなど、初対面のお互いの印象は最悪でしたが、徐々に背中を預けられる先輩と後輩の関係を築いていきます。デンジとの共同生活では、それまで普通の生活をしたことがなかったデンジに振り回されつつも、普通の生活の仕方を切れながらも教え込みます。そしてさらには牧間から魔人のパワーまで押し付けられてしまいます。これは後に牧間の策略であったことが判明しますが、厄介事をいやいや引き受けてしまう面倒見の良さがわかります。パワーは魔人だけあってデンジ以上に常識が通じず、それまで秋に頻繁に注意されていたデンジが秋と一緒にパワーを注意するなど、秋の指導で常識が身についていることがわかります。当初はパンにジャムを塗ることすらまともにできなかったデンジですが、秋やパワーとの共同生活を送ることで料理ができるまでに成長しました。デンジがまともな生活を送れるようになったのは、ひとえに秋が投げ出さずに接してきたからでしょう。他にも闇の悪魔との戦いで精神に異常をきたしてしまったパワーの重りをしたりと、デンジ、パワー、秋の3人からは、家族のような温かみを感じるシーンが多くあります。作中では3人を兄弟のように描いた扉絵もあり、作者である藤本達樹先生はこの3人を疑似家族として丁寧に描いています。ちなみにこちらの扉絵にある 6.12 という数字ですが、これは6月12日を示していると考察されます。6月12日はライラックという花が誕生花となっており、その花言葉はデンジたちの関係性を示すように思い出と友情です。秋には13年前に10の悪魔によって家族を皆殺しにされた過去があります。そこで10の悪魔へ復讐をするために公安のデビルハンターとなりました。10の悪魔の手がかりとなる肉片を持つことが許されているのは公安だけなので、復讐を成し遂げるためにはこの選択が一番現実的な道でした。ちなみに10の悪魔の肉片ですが、一定数集めると肉片が10の悪魔へ引き寄せられる特性があります。早川秋の家族は父、母、弟、太陽の4人で、北海道で生まれ育ちました。家は煙突のある一軒家で、雰囲気から裕福な家庭だったことがわかります。ただ病弱な弟にばかり構う両親には苛立ちを覚えていたようです。そんな弟と雪遊びをしていたある日弟の手が冷たくなっていることに気がつきます。そこで手が冷たくならないキャッチボールで遊ぼう、と提案する秋でしたが、弟がグローブを取りに行ったタイミングで運悪く10の悪魔が襲来。父母と共に弟は10の悪魔に殺されてしまいました。現在は北海道にあるお墓に年に一度顔を出しています。ストーリーの後半ではデンジとパワーも墓参りに参加しており、そこでは二人に礼を伝えるなどであった当初とは異なり、親愛の情を抱いてることがわかります。作中で頻繁にタバコを吸っている愛煙家の秋。どんなタバコを吸っているのか気になりますよね。秋が吸ってるタバコの銘柄ですが、姫野が持っていたメビウスに対してデンジが、あいつ、秋、と同じタバコじゃん。
と言っていることから、メビウスを愛煙していたことがわかります。しかしその姫野が亡くなると秋の持つタバコはキャメルに変わります。姫野との思い出が詰まったメビウスから銘柄を変えたと考えられますが、実際にキャメルを吸うシーンは描かれておらずタバコをやめた可能性もありそうです。秋の戦闘能力ですが人間の中では高い方だと推測されます。デビルハンター同士の稽古シーンでは怪我をした相手に対し秋は無傷でした。しかし作中で秋が倒した悪魔は昼の悪魔、魚の悪魔、幽霊の悪魔など少なく、レゼ編やサンタクロース編ではめぼしい活躍はできていません。やはり悪魔や魔人が中心となった得意4課のメンバーと比較すると戦闘能力は劣るようです。デビルハンターになった当初バディを組んでいた姫野からは、戦い方だけでなくタバコの味や人との関わり方なども教えてもらっていました。姫野とは週に1回くらい宅飲みをして泊まったり、ピアスを勝手に開けられるなどかなり親密な仲だったようです。酒癖の悪い姫野に髪の毛を切られたりピアスを開けられても怒らない様子に、二人の力関係がわかります。しかしそんな姫野もテロリストの襲撃によって骨も残らず殉職してしまいます。これまでも後輩が死んだ際には隠れて泣いていた秋ですが、二人のアイコンとなっているタバコをうまく吸えないシーンでは、その悲しみとショックの大きさが伝わりました。その後デンジから姫野の仇であるサムライソードに個人的な復讐を提案され、真面目な秋は拒んでいたものの、姫野から返された気楽に復讐を、と書かれたタバコを見て、文字通り気楽に復讐することを選びました。このシーンでは秋を呼び捨てにしていたデンジが、自然と先輩、と呼んでおり、二人の関係性の変化が目に見える重要な場面となっています。姫野の死後、秋の新しいバディとなったのは天使の悪魔、です。天使の悪魔は女の子のような可愛らしい容姿の男性で、触れた人間の寿命を吸い取り武器にする能力を持っています。秋が呪いの悪魔や狐の悪魔を使えなくなった後、武器として使っている刀は天使の悪魔が作ったものです。天使の悪魔は岸辺隊長の次に強いとマキマに紹介されていることから、秋やデンジよりも強いということがわかります。ただ怠け癖があり常にやる気がないため、本気を出すことは作中でもほとんどありません。ちなみに背中の羽は高度も高く、銃弾をガードすることが可能です。当初は秋とは馬が合わず、不利でも仲良くなれない、とお互いに言っていましたが、台風の悪魔との戦いで自らの寿命を減らしてまで、天使の悪魔の命を救った秋に心を開いていきます。すでに2年しかない寿命がさらに減ることが分かっていても、それを犠牲にバディを助ける秋の優しさや人情は相当なものと言えます。そんな秋の優しさに触れ、天使の悪魔も秋への態度が協力的となっていきます。秋は作中で3体の悪魔と契約をしています。登場順に秋が契約した悪魔を紹介していきます。1、狐の悪魔。手で影絵のように狐の形を作り、コン、と号令すると呼び出すことができます。デンジが苦戦した昼の悪魔を一撃で丸飲みにするなど戦闘能力はかなり高いです。その代償は肉体の一部を食わせるというもの。狐の悪魔は皮膚や髪束を要求することが多いため、秋は頭髪を伸ばしちょんまげにしています。狐の悪魔は友好的な悪魔で多くの公安デビルハンターと契約をしています。ただし秋のように顔を呼び出すことができるのは、狐の悪魔が気に入ったイケメンだけ。作中で秋の他にイケメンと認められている人物としてニカの副隊長がいます。ちなみにイケメンではない中村が狐の悪魔を呼び出した時には手が現れています。そんな狐の悪魔ですが、秋は侍ソードを口の中に入れたことで嫌われてしまい、以降はその力を貸してもらえなくなってしまいました。2、呪いの悪魔。秋は当初より、狐の悪魔、の他に呪いの悪魔、カース、とも契約しています。秋が、撃て、と命令すると、カースが釘状の刀を敵に撃ち込みます。このようにして3回釘を撃ち込んだ時、とどめを刺せ、と合図すると呪いが発動し、敵を強制的に殺すことが可能です。3回刺せば確実に殺せる強力な能力ですが、カースの能力を使用すると代償として寿命が減ります。サムライソード戦の後には、カースから残りの寿命が2年であることを告げられました。呪いの悪魔はドイツのサンタクロースとも契約をしています。サンタクロースは代償として指の間隔を取られており、釘を刺す回数も4回となっていることから、同じ悪魔でも代償はそれぞれということがわかります。
3、未来の悪魔。狐の悪魔や呪いの悪魔と契約することができなくなったアキが、新たに契約したのが未来の悪魔です。アキ以外に契約した人物は寿命半分や両目、味覚、嗅覚を要求されていることから、とても強力な力を持つ悪魔であることがわかります。未来の悪魔は未来最高というセリフを連呼しており、かなりファンキーな性格の持ち主です。アキに対して未来の悪魔が提示してきた契約内容は右目に住まわせること。未来の悪魔はアキが未来で最悪な死に方をすることを知り、その死に方を生で見たいから住まわせてくれればいいよ、と契約を迫りました。未来の悪魔と契約したことで使えるようになった能力は、右目で少し先の未来を見る力。この力でアキの戦闘力はかなり向上しました。また未来の悪魔は強制的に未来を見せてくることもあるようです。10の悪魔の討伐戦が始まると聞いたアキでしたが、デンジやパワーが死ぬ姿を見たくないあまり、当初の目的であったはずの10の悪魔との戦いを放棄しようとしていました。デビルハンターになる前から願い続けてきた10の悪魔への復讐よりも、デンジとパワーの幸せを優先するアキの姿は印象的でした。しかし未来の悪魔に、アキとパワーはデンジによって殺される、未来は決して変えられない、と告げられます。デンジとパワーにだけは幸せになってほしいアキは、マキマに運命を変えたいと相談を持ちかけます。しかしここでマキマの本性が支配の悪魔、という事実が明かされ、アキはマキマの支配下に置かれることとなります。その後マキマを殺しに来た10の悪魔によって、死体を乗っ取られたアキは10の魔人、となり、デンジたちの暮らす早川家へと向かいます。このタイミングでマキマからデンジに10の魔人の襲来を告げる電話がかかっているため、おそらくマキマの支配によって差し向けられたと考察されます。魔人の状態ではアキ本人の意識は朦朧としており、幼少時代の記憶の中をさまよっているようです。そしてデンジに雪合戦だ、と言って雪玉を投げるアキですが、現実では高威力の銃弾攻撃によりデンジを真っ二つにします。一番憎んでいた10の悪魔に体を乗っ取られ、10の悪魔と同じように虐殺を重ねてしまうアキ。無邪気な少年アキのシーンが挟まり、本人はただ遊んでるつもりなだけというのが余計に辛いシーンです。普段はめちゃくちゃな戦い方をしているデンジが、被害を出さないよう懸命に立ち回ってるのが印象的な戦いでした。やがてデンジが泣いていることに気がついたアキは、雪合戦という名の攻撃を止めます。しかしそれはデンジによってとどめが刺されたことを意味していました。こうしてアキは未来の悪魔の予言通り最悪な死に方をしました。前もって最悪な死に方をすることは予言されてはいましたが、想像以上に悲惨なアキの最後に読者は衝撃を受けました。アキは自らの余命が短いことが分かっていたため、自分が死んだ場合の準備も整えていました。家族はすでにいないため、遺言でデンジと姫野の家族に貯金を半分ずつ送るよう指定していたのです。デンジは遺言のおかげで新しい家を借りることができました。小さいけど眺めのいいアパートはおそらく第2部でも登場するでしょう。チェンソーマンで一番最悪な死に方をしたアキですが、その名前の由来についてはジャンクフェスタ2021というイベントにおいて、作者から正式に明かされています。アキは最終的に10の魔人となってしまうことが当初から決まっていたそうで、作者は有名なロシア製の銃 AK47 からアキと名前を付けたそうです。10の魔人になってしまったアキの腕のデザインは AK そのものですね。また作中でアキはマキマへ好意を持っている様子が描かれていましたが、これはマキマの操作によるものでした。このように好意の感情がない空っぽな感じ、という意味も込めて、アキイコールアキと名付けたとも明かされています。このようにアキはストーリーの最初から10の悪魔に死体を乗っ取られて、死んでしまうことが決まっていたわけですが、アキの名前の伏線に気がついた人はかなり少なかったのではないでしょうか。主人公デンジと対照的なクール系男子、早川アキは、デンジやパワーを人間的に成長させました。殺伐とした展開の多い作中で、アキとデンジの絡みは唯一日常が垣間見える癒しのシーンだったため、そのラストは大きな衝撃を与えました。アキの死後に一人で料理をするデンジの姿はどこか秋を感じさせます。第2部での登場は見込めませんが、デンジがアキの愛用タバコを吸う描写などがあれば報われそうです。以上で早川アキの解説を終わります。最後までご視聴ありがとうございました。
皆さんは秋のお気に入りの場面や気に入ったセリフはありますか？ぜひコメント欄で教えてください。このチャンネルではチェンソーマンについて考察や解説をしています。チェンソーマン好きの方のチャンネル登録をお待ちしています。それでは次の動画でお会いしましょう。